こんにちは。笹川平和財団の渡辺恒夫と申します。今回は前回に続きまして、野田義彦元総理にお話を伺いたいと思いますが、前回は最初でしたから、その国家のグランドデザインと、大きなテーマをお話しいただいたんですが、今日はテーマは大きいんですけども、もう少し具体的に、つまりこれは実は国家のグランドデザインと関係してるんですけども、財政ですよね。これをお話をお聞きしたいと思います。ご存知の方も多いと思うんですが、野田元総理はその前は財務副大臣、それから財務大臣、それを経験されて、総理になられました。これは日本の政治では極めて一般的な話だったんですが、過去には。最近は割とそうじゃなくて、財務大臣経験しなくても総理やられる方がいて、それはそれで別に問題があるって言ってるんではないんですが、やはりその国家のグランドデザインとか将来考えるときにやはり財政っていうのが非常に重要だと思うんですよね。で、まずもう具体的に最初にお聞きしたいのは、今の日本の抱えている課題ということになります。特にですね、今岸田政権では、もう異次元の少子化という社会保障の充実というものを考えている。同時に GDP2% レベルの、これはかつては 1% だった防衛費をもう2倍に上げて、しかもそれを続けるということで、非常にその歳出が多いわけですね。で、その中で、その歳出を一体どうマネージするか。で、しかもこれも付け加えますと、日本の財政赤字は GDP の 200% をはるかに超える額になっているということで、まずは野田元総理からこの問題、そもそも大きくどういうふうに取り組むかという話をお聞かせいただければと思います。今、渡辺さんがお話しされた通りですね、日本のいわゆる公的債務残高は対 GDP 比で実際にもう 260% という、もう世界の中でも飛び抜けた数字を弾き出してしまっていると。で、ちなみに日本は先の大戦で敗北をした1946年当時が対 GDP 比で 200% だったんです。だから戦争の負けた後の焼け野原の状況と日本の財政状況は今同じというか、むしろそれよりもひどい状況になっているという中であれもやらなければいけない、これもやらなければいけない、いっぱいあるんですけども、お話があった異次元の少子化対策、これは日本にとって最も重要な国内課題だと思います。政策課題だと思います。子どもの数が減ってきているけれども、お年寄りの数はどんどん増えてしまっているので、なんとかそこに歯止めをかけていかなければいけないということなんですが、これ財源の話が先送りをされていましてね。で、今3択なんですよ、この異次元の少子化対策の選択肢は。一つは当然のことがある増税をするというやり方で、これは岸田さんはやらないともう明言をしている。そうすると社会保険料を引き上げると。で、社会保険料というのはこれ現役世代の負担ですので、子育て世帯も含まれるので本末転倒なんで、これも使いにくい。で、そうすると歳出改革だというんですね。で、無駄を削ることはもちろんそれは可能ならば大いにやるべきですけれども、防衛財源の方に非社会保障分野の歳出改革を当てるんです。で、社会保障分野の歳出改革を子育ての財源にするんです。ということは、子育ての財源のために医療や介護や障害者福祉を削るということなんですね。それが兆単位でできるかどうか、日本の兆というのは相当な額なので、かつて小泉政権の時に毎年2200億円社会保障費を削ったことがあったんですが、この時は医療崩壊とかいろいろ救急車のたらい回しとかいろいろありましてね、大きな問題がいっぱい発生しました。で、今度はそれ以上の桁で歳出改革ということは、私は現実的ではないと思ってますよね。やっぱりきちっと財源の話をして、で、さっき言ったようにまさに借金がもうね山のような中で、下手をすると結局どのね財源手当もできなくて赤字国債でやるということ、最悪のことにまたなりかねないなという
憂慮をしているというところでございます。ありがとうございます。特に赤字国債ですよね。それって将来の世代の借金なので、少子化対策どころじゃないですよね。で、この辺りで私が気になるのは、日本っていうのは割とですね、日本人っていうのは税金は納めるっていうのは、納めなくちゃいけないって義務感覚はあるんですけども、その割には例えば社会保障費、こういうものを税金で払うことに対してなんか抵抗が多いって、これ数字が実は出てたんですが、今回も世論調査なんか見ると、防衛費を上げるっていうのは国際環境が非常に厳しいので、これ賛成っていうのが半数以上いるんですが、じゃあお金払うことに関しては非常にネガティブなんですよね。このような状況の中で、じゃあ私なんかは一番考えてるのは、今の野田さんのお話のように、リーダーが、国のリーダーがちゃんと説得するっていうことが実は重要じゃないかなと実は考えておりまして、そのあたり多分野田さんは割と、朝の街頭演説だったりしていろいろ訴えてらっしゃると思うんですけど、どのように有権者の人に説明というかお願いをするんでしょう。それはやっぱり率直に数字を上げて現状を言って危機感を共有してもらって、でやっぱりただではサービスは来ないという当たり前のことを確認をする。自分がただだった場合、じゃあ誰が負担するかというと将来の世代であるというと、これですね、それこそアメリカのね財政学者でユドリコフという方がいらっしゃるんです。ボストン大学から、20年ぐらい前におっしゃったことで、財政のねこういう赤字の垂れ流しっていうのはね、財政的な幼児虐待というらしいんですよ。でもまさにね、幼児虐待なんですよ。将来世代が全部その借金を背負っていくと、彼らのいろいろね政策の選択肢なくなってきますね。可処分所得もなくなってきますね。でそれでいいのかということをお子さんがいる人もいない人もやっぱりこれは危機感を共有するためのやっぱり材料だと思いますね。そういう場合、財源は具体的には、増税というのが一つの選択肢になってくると思うんですが、それは多分いろいろあると思うんですよ。消費税を上げるとか、あるいは所得税を上げるとか、あるいは法人税とか、そういうのは何かしら方向性っていうのは考えてられる。いや、それ今ね、消費税の比率が一番高いんです、税収入ってくる。そうするとこれまで法人税はずっと減税やってきたので、そのバランスを考えると、基幹税3つで所得税と法人税と消費税なんですが、一番消費税が税収上げてて、それに比べると法人税とか低いんで、そのバランスするんだったら法人税についてもやっぱり対応しなきゃいけないところあると思いますね。あるいは所得税についてももう少し累進性を強めるようなやり方とか、金融所得課税にもちょっとスポットライト当てるみたいな方法で いくつかのミックスだと、一つの税だけでやるとやっぱりきついかもしれないんで。ということと、でそれにもちろん歳出改革も入れてもいいし、社会保険料の問題も多少入れてもいいと思うんですね。いくつかの選択肢をやって、それをパッケージで考えていった方がいいのではないかと思います。おそらくそのパッケージ考えるのはかなり緻密な計算もいると思うんですが、もう多分課題はむしろ国民の理解っていうことが一つと、あと累進性を高めるということは、金持ちが増税感が増えるので、そうするともうすでに実は起こってるんですけども、金持ちとが日本から出ちゃうって話がありますよね。企業も同じですよね。こういうものっていうのはどういうふうに考えていけばいいんですかね。そこまで劇的な動きになるかというとね、もうそこの税率を少しいじるぐらいの話であって、本当に住みやすい国ならば、税のねやや負担が増える分だけでこの国を捨てていくのかというと、私はどうだろうかなと思いますね。そこはよく説としてはあるんですけど、そこはやっぱり禁止次第でっていうのは、やっぱり日本ってやっぱり分厚い中間層を守ることが最大の国益だと思いますので、やはり所得のある方にはもう少し我慢して払ってもらうというやり方で、全体が潤うようにするように考えてもらうということだと思いますよね。今聞いたお話が割と今までで一番説得のある答えでして、割といろんな人がそこできっぱりと野田さんのように言わないので、私は実はそれはそうだと思ってるんですよ。理由は日本の金利こんなに低いのに、日本の金融資産がこれは頭悪いと、もっと高いところで運用しろと言ってるかもしれないけど、実は日本はしょうがねえなと。
ここは頑張りどころだと思って金利低いけど頑張るかと言ってお金預けてるところでなんとか持っていて、でもそれはでもずっと続けるべきでは私はないと思ってて、どっかでちゃんと金利上げなくちゃいけないと思ってるんですが、ある程度の合意があって、それは多分日本に住めば将来がそこそこちゃんとやっていけると、外に出るよりはちゃんと住めるんだっていうこの前提があるからだと思うんですよね。逆にこれ壊れるとまずいので、そのためにはということがあると思うんですが、そこでもう一つ今お金の出てくものを抑えるっていう、歳出を抑えるって話と、あと税金での財源っていう話でしたけども、この財源をきちんと取っていくためにやっぱり成長しないといけないですよね。そのための方策というか、日本というのはどうやって今後お金を稼いでいくのかと、こういうことで、これは別に野田さんはエコノミストではないしビジネスコンサルタントでもないんですが、大体こんな方向でっていうのがあればお聞きしたいんですが。やっぱりですね、日本がこれから何で飯を食っていくのか、世界の潮流はどうなのか、どこが一番ビジネスチャンスがね広げていけるのかということを睨んだ上で、その流れをつかむために例えば政府の予算で傾斜的にそちらに配分をすると、メリハリという言葉があるんですけどね、日本の場合はね。でどこをめり込ませてどこに貼っていくか、めり込ませてで貼る部分は何なのかということを特定をすることで、そこで成長力が出てくる可能性がある分野、それ例えば GX などなど、ということなんだろうと思いますね。あとは日本の場合フロンティアもっと開発する余地があって、例えばね、日本島国じゃないですか。で島の数が1万4100あるんですね。で国境離島が473と、排他的経済水域とか、領海のまさに起点となる島ですね。でその島から見て排他的経済水域って世界で6番目なんです、広さが。で海は立体ですから、深さと世界で4番目に深い管理できる体積がねということなんです。でそこがですねお宝の海なんです、お宝の南鳥島というところにはその海底に200数十年分のレアアースがなどなど、メタンハイドレートとかレアメタルとか、だから近隣の国々が我が国の近海をうろうろするわけであってね。でこれを大事に開発をしていくということはまだ足りないと思いますね。でこのフロンティアを開発をすることによって資源でもね、日本がもう少し豊かな国になる可能性があり得ると思いますので、こういうところにも予算を傾斜してもっと配慮するなどが必要だと私は思います。すみません、今ちょっと耳が悪くて DX、GX 両方ですか。一応今 G だけ言いましたけど、今じゃあ、GX つまりデジタライゼーションですか、あと GX っていうと何の略なんだか私もよくわかんないんですけども、じゃあグリーン化をね、グリーン化とデジタル化の両方を進めると、例えば、要するにこれってあれですよね、新領域に対して新たに開発していくってことなので、おそらくそれは研究開発費も先ほど言った傾斜して政府の予算を使うんであれば、研究開発費を効果的に使うっていうのはすごく重要になってくるので、それはそれで多分お金がいると思うんですが、私は実はこれに関して言うと、残念ながら文科省の予算があまり効率的に使われてないんじゃないかと実は疑ってまして、割と既存のものをしょうがないんですけど、意味がないとは言いませんけど、もうちょっと戦略的に傾斜配分できないかなとは思っておりますので、そのあたりは多分DX、GX、あともう一つは防衛費を上げるんだったらば、防衛費の中身にきちんとした研究開発しっかり位置づけていいと思います、で研究開発費を位置づけて、それを実は日本の国内の防衛だけじゃなくて、外に対して防衛力を輸出したり、装備を輸出したり、あるいはこれは外に対して助けたりとか、こういう発想かなと思うんですよ。実は野田政権の時に、これ2011年ですけども、武器輸出三原則、それまでのものを見直して、
少なくてもその国際共同開発とか生産、それから人道目的で装備を供与すること、例えばもう今やってますけど、ウクライナに装備品を供与するというのは人道目的ですよね。こういうものに道を開いて、その安倍政権がさらに見直して、今のような体制になったわけですけど、私まだまだいやまだね、足りないですよね。余地あると思いますね。そのあたりちょっと時野田総理はどういうふうに考えて、変えたのか、そして今はどう考えてらっしゃるんでしょう。やはり防衛関連の技術開発っていうのはもうその他の民間部門、民生の部門で活用できるのもいっぱいあるじゃないですか、いっぱいある。でその汎用性を考えたときにそこを止めてしまってて、あるいはそのせっかく技術開発をしても売ることができないでは、それは大きな制約ですからね。でその制約を少しずつ外すことによって、なかなかやっぱりアレルギーが強いんでね、国内のアレルギーが相当強いんで、じわじわと、そういう流れを作っていきたいというのが私の思いで、きっかけを作ろうと思ったんですね。その割にはだからその進んでないんですよね。進んでないんですよ。意外に進んでないんですよ。今、岸田政権の新しいその防衛3文書の中で、それは進めるようなことは書いてあるし、予算もあると書いてるんですが、実はあまり具体的なことを議論されてないので、この辺りはむしろ野田さんのような野党側もちょっと積極的にその提言をして、ちょっと政府のやり方をつつくぐらいでお願いしたいと思ってます。やっぱりそうですね、指摘すれば少しね、関心も高まりますからね。はい。で今日の話を一つまとめるとすると、実は日本は大変な借金大国でして、 OECD の中では圧倒的に借金が多くて、その中でじゃあ今後実は歳出は増える一方で、しかもそれは必要なので削れないと。であれば基本的には財源は税負担、こういうものでやっていくと。しかしそれでじゃあ経済が回るかどうか、それはやはりちゃんと DX、GX、デジタル化やグリーン化、これで新たなフロンティアを切り開いて経済を成長させると、こういうふうなまとめになると思うんです。で、私最後に今日はお聞きしたかったのは、野田さんは今も駅頭に街頭演説で立たれて、おそらくこういう話を説得するためにお話をされてると思うんですが、実はこの街頭に政治家が立つっていうのは、まず非常に他の国には珍しいということで、CNN からインタビューが来たりとかしてるらしいんですが、これ実は日本の政治スタイルの中でもそれほど新しい古い話じゃないですよね。つまり選挙中は立ちます。でも野田さんは選挙中以外も立ってますよね。そのあたりのお話をちょっとお聞かせいただきたいと思います。これですね、日本の場合は古くから仏教が根付いてましたけど、仏教の活動の中で辻絶法っていうのがあるんですよ。だから古来からね、その自分の思いとかあるべき論みたいなことを街頭に立って訴えるというのは日本の古来からの伝統的な手法なんです。で、政治も同じように街中で特に選挙期間中はマイクを握って訴えるというのはこれ一般的なんです。で、しかも合法的なんですけど、私の場合は日常活動も含めてずっと毎朝街頭に立って、そして今国政がこんな動きですよとか、私の意見はこういう意見ですよということを訴えるということを37年ずっと続けているということです。で、これやり始めた時に、これ県会議員の選挙に初めて出た時ですからね、要はホールに人を集める力がなかったから始めただけなんですけど、私の場合はもう苦し紛れでたくさん人がいる前で訴えるという手法に頼ったということなんですけども、ずっと続けながら失敗ばっかりいっぱいやってきましたけども、これが初期の頃に珍しいことだったらしくて、CNN がねニュースで報道してくれましてね、アメリカでも当時流れたみたいです。日本でこういう若者がこういう活動し始めてるというふうに注目していただいたんですが、それ37年前だったですね。総理
大臣在任中はなかなか警備の問題があってやりにくかったと思うんですが、総理を経験した人が辞めてもやられてるって、これもすごいと思うんですが、どういう思いでやられてるんですか？そうなんです。総理辞めてからしばらく SP がついたんですけど、お断りをして、お断りしたというのはやっぱり街頭活動を続けたいからなんですね。で SP の方というのは寄ってくる人を弾くのが仕事なんですよ。寄ってこないように、はい、そうするとやってる意味がないんでね、はい、やっぱり訴えて何か聞きたいことがあれば有権者がやっぱり近寄ってきて質問すると、それに答えるというのは意味があることじゃないですか。それができないんじゃしょうがないということで、リスクはあるけれども、お断りをしました。と寄ってくる人たちがね、例えば死んでは連日こういう報道があるなと、でそこ関心持ってね、こっちを訴えようと思うじゃないですか。そうじゃない意外なところの関心があったりとかですね、ある種アウトドアで世論調査をしているような感じなんですよ。世の中の何を関心持っているのか、通勤してる人は何を一番心配しているのか、ということが、原始的な方法の世論調査になってて、これはやっぱり自分にとっては一番納得できる声なんです。長く30年以上経ってた中で、これは良かったっていう経験と、いやこれは参ったって経験をお聞きしたいんです。これは良かったというのはですね、そうですね、いや最初全然反応がなかったんですよ。毎朝立っててもビラ取ってくる人は一定程度がいてもどれぐらいしんどいしか分かんなかったんで、ある時朝7時から夜8時まで13時間しゃべり続けるというイベントをやったんです。そしたら朝見ていった人たちが本当に夕方、ね、会社から学校から戻ってきて野田立ってるわやってるわと見て、で最後の2時間ぐらいは立ち止まって500人ぐらいの人たちがね、駅のコンコースの上でずっと話を聞いてくれて、で質問が出てきて、税金はどうするのとか教育はどうするのと、体力の限りを尽くしてタウンミーティングができたと、いうことは、これが最高の経験だったんですね。でこれがなんとなくやってきてよかったなと思いました。続けることだと。でもう一つは負けたことがあるんですよ、私は。落選したんです。で落選した翌日もお酒ガブガブ飲んでお酒プンプンさせながら翌朝また立ったんですよ。でそうするとですね、いつもビラ取ってくれる人たちがなぜか遠ざかっていくと、僕の目に触れないように逃げるように行く人たちがいるんです。でこの人は入れてないか、投票に行ってない、で惜しかったねって近寄ってくる人と、いつもにこやかなのになんか硬い表情で逃げていく人たちがいて、で翌日ってね、やっぱり有権者ってポーカーフェイスじゃないってことが分かりましたね。これはやっぱりね、勉強だったんですね。参ったってことないですか？参ったというのはね、参ったという参ったっていうか困ったっていうか、困ったはね、時折やっぱり嫌がらせみたいなことはありますよね。ぶつかってくる人がわざと、あるいはわざわざ来て足を踏んでいく人、そんな人いるんですか？いやそれもまたすごいですね。今はないですよ、特に初期の頃、若い頃、元総理の足踏めないですよ、なかなかね。というようなことなどもありましたね。やっぱり、朝からご機嫌な人ばっかりじゃないんですね。そうですね。それも含めて社会を見れるっていうのは非常に興味深い経験だと思いますが、それを続けてるって継続は力なりということなんだと思います。今日はそういうわけで非常に財政の話から最後は実は私興味のあった街頭までということでいろいろお話をありがとうございました。